今日は CD90 で滋賀県道京都府道781号阿蘇古谷梅の木線をぼちぼち走ってきました。広野の湧き水というところで水を汲み、その奥まで行ってきました。広野の湧き水は781号脇のともすれば見過ごしてしまいそうなところにあります。横にはホタル生息地という黄色い看板があるので、それが目印になります。水はまろやかで美味しかったです。水筒いっぱい汲んでそのまま進みました。道は阿戸川の支流の北側に沿って谷合を進んでいきます。周りの山はあまり高くなく、明るく穏やかな表情の風景でした。おばあさんが手押し車を押している道の脇を通り過ぎます。よくある山間の集落の風景ですよね。おばあさん元気でね。これは何でしょうか。祠のようでもありますし、倉庫のようでもあります。いずれにしても石垣が積まれ、その上に鎮座する村の方が大切にするものなのでしょう。もう少し進むと小十山極楽寺というのがあります。今は常駐する住職もおられないようで、参道は苔むし、訪れる人もほとんどいない雰囲気でした。境内には三回万礼の日がありました。僕もこの意味がわからなかったのですが、三回とは簡単に言うと過去、現在、未来のことだそうです。
詳しい説明は下のコメント欄にリンクがあるので、ぜひご覧ください。興味深いですよ。横には釣り鐘銅と思われるものがあったのですが、鐘はすでにありませんでした。奥に見えるのは神社です。後で訪れてみようと思ってます。昔はわらぶき屋根であったであろうと思われる本堂は閉ざされ、人の気配はありませんでした。かにさん、バイバイ。お隣の山上神社です。こちらも人気がなく、あまり頻繁に人の訪れている気配はありませんでした。本殿手前には昔はかやぶき屋根であったであろう立派な建物がありました。何という建物なのか僕にはよくわかりません。門のようにも見えます。集会所のようにも見えました。中に入ると様々な方が奉納されたであろう絵が飾ってありました。その昔、祭りの時、村人が集まり、酒を酌み交わしながらワイワイと声がこだましているのが想像できます。また建物の梁は微妙に湾曲した材をアーチ状に配置し、昔の棟梁の見どころを感じました。本殿は閉ざされていたので、お参りした後、失礼して中をちょっと覗かせていただきましたが、暗くてよくわかりませんでした。本殿横にも拝殿がありましたが、こちらも何がお祭りされているのかは分かりませんでした。
もう少し進むと地図上に天満宮があったので寄ってみましたが、小さな鍵のかかった祠があり、穴から中を覗いてみましたが、よく見えませんでした。地図上には川を隔てて反対側に天満宮跡地があったので、そちらが荒れてしまったので、ご神体だけこちらに移設して祀られているのではないかと思います。この辺りを散策すると廃屋をよく見かけます。こちらのお宅も随分長い間空き家のようで、車も錆びてボディは朽ち果ててきています。蔵のあるようなお宅なので、何かで財をなさめたのではないかと思います。林業でしょうか。人の出入りのした気配がないのですが、いずれにしても雑草の背が高くないので、ご近所の方が保守されているのではないかなとも思います。もう少し進み、峠に差し掛かると、阿蘇古谷梅の木線竣工記念碑がありました。裏を見てちょっと意外でした。そこには陸上自衛隊第319地区施設隊施工昭和46年7月吉日とありました。昔は自衛隊がこのような道の工事をして地域貢献していたのでしょうか、それともこの近くにある自衛隊の駐屯地の戦略的な目的で工事担当したのでしょうか。いずれにしても西暦に直すと1971年で50年前のことです。石碑から少しのところに陶器の棒と書いて陶棒千里庵とありました。寄ってみましたがお休みのようで人気はありませんでした。